お前の保険金で愛人とマンション買うわ W。余命半年主治医からそう告げられた日の夕方、病室に現れた夫の戸田良平は、妻の顔を見るなり、開口一番そう言って笑った。見舞いの花はなかった。大丈夫かの一言もなかった。あったのは、片手に握られた缶コーヒーと、スマホの画面から上げようともしない視線と、その一言だけだった。白い病室には、消毒液の匂いが薄く漂っていた。仕切りのカーテンが空調の風にかすかに揺れ、壁の向こうからは、隣の病室の心電図モニターの電子音が規則正しく、まるで他人事のように響いてくる。窓の外はもう暮れかけていて、オレンジ色の残光が膝の上に置いた検査結果の紙を照らしていた。7月だというのに、その一枚だけが氷のように冷たかった。数時間前の光景がまだ頭の芯に張り付いていた。午後2時、消化器内科の診察室。主治医の柳田先生はいつになく硬い表情で画像を指し、低い声で言った。肝臓にかなり進行した悪性の腫瘍があります。残された時間はおそらく半年です。あの瞬間、世界から音が消えた。自分の心臓の音だけがやけに大きく聞こえた。42年の人生であんな静けさは初めてだった。半年。あと半年。来年の春、メイは4年生になる。その入学式ならぬ始業式の朝に、私はもうあの子の髪を結んでやれないのか。頭に浮かんだのは、そんなささやかなことばかりだった。診察室を出て、長い廊下を歩いた。自動販売機の前で立ち止まり、温かいお茶を買ったのに、味が全くしなかった。長椅子に座り、私は夫に2度電話をかけた。2度とも出なかった。3度目の代わりに届いたのは、たった1行の文字だった。仕事中。要件は、私は検査の結果が悪かった、とだけ返した。それ以上、指が動かなかった。そういえば、今朝の採血の時だった。担当の若い看護師は、私の腕に針を刺しながら、鼻歌でも歌い出しそうな声で言ったのだ。アスカさん、今日で検査は終わりですからね。全部、はっきりしますよ。あの時は、励ましだと思っていた。そして夕方6時。仕事を切り上げて駆けつけたわけでもない顔で現れた夫が放ったのが、冒頭のあの言葉だった。聞こえなかったのか？半年で3000万だぞ、3000万。結婚して15年、ろくに稼ぎもしなかったお前が、最後の最後で、やっと家の役に立つんだよ W。良平は缶コーヒーを一気に飲み干し、ベッドの柵に肘を乗せた。45歳、自動車ディーラーの営業課長。外では人当たりのいい営業スマイル。家では靴下一足、自分で洗濯機に入れたことのない男。その男が今、妻の余命を宝くじの当選番号みたいに読み上げて笑っている。もう駅前のマンション、モデルルームも見てきたんだわ。南向きの角部屋。頭金だって当てはつけてある。お前の葬式が終わったらすぐ引っ越せるようにな W。考えてみればおかしな話だった。私はメッセージに検査の結果が悪かったとしか書いていない。数字なんて一言も。なのにこの人は病室に入ってくるなり半年と口にした。まだ誰にも伝えていなかったはずのあの数字を。この小さな違和感の正体を私はやがて最悪の形で知ることになる。廊下側のガラス窓の向こうに見覚えのある若い看護師が立っていた。内科病棟の白石なしの29歳。今朝の採血も点滴の交換も彼女の担当だった。最初の外来の日、私、アスカさんの担当になれて嬉しいです、と屈託なく笑った子。そのリノは私と目が合うと、口元だけでにっこりと笑った。
慰めの笑みではなかった。勝った者が負けた者に向ける種類の笑いだった。彼女は良平の背中に小さく手を振ると、音もなく廊下の奥へ消えた。なあ、保険証券どこにしまってあるんだ。実印と通帳の場所も紙に書いて枕元に置いとけよ。手続きってもんがあるんだからさ。お前、そういう事務だけは得意だろ W、私は答えなかった。頭に浮かんでいたのは、9歳になる娘、メイの顔だった。あの子は今頃、学童保育の隅で、宿題そっちのけで、あの貯金箱のことを考えているかもしれない。ヘタの部分が緑色の蓋になった赤いイチゴの形の陶器の貯金箱。私の入院が決まった夜、メイは500円玉を1枚握りしめて、ママの病気を治すお金と言いながら、そっと中に落とした。チャリンという小さな音が、今も耳の奥で鳴っている。私は怒鳴らなかった。泣き叫ぶことも、言い訳をすることもなかった。ただ、カーディガンのポケットの中で、角の擦り切れた一通の古い封筒を静かに握りしめていた。その封筒に何が入っているのか。この病院でいや、この世界で知っているのは、私とあともう一人だけだった。じゃあ、俺は夜の付き合いがあるから帰るわ。あんまり金のかかる治療すんなよ。3000万から差し引かれたらもったいねえだろ W 言いたいことだけを言って、良平は病室を出て行った。ドアが閉まる寸前、彼は思い出したように振り返り、ああ、メイには適当に言っとくから、と付け加えた。9歳の娘に母親の余命を適当に伝える。この人は最後までそういう人だった。ガラスの向こうで、紺のスーツの袖と白衣の袖が寄り添うように並んで遠ざかっていくのが見えた。だが、この日の屈辱は、これから始まることのほんの序章に過ぎなかった。消灯時間の少し前、枕元のスマホが震えた。義母の君へからだった。70歳。息子を神様のように崇め、嫁の私を15年間、家政婦以下の何かとして扱い続けてきた人。アスカさん？聞いたわよ、半年ですって。あなた、最後くらい迷惑をかけないでちょうだいね。入院代だってバカにならないんだから。お葬式は家族だけで地味にやりますからね。戸田の家の格に関わるようなみっともない真似はしないでよ。ふふ、でも考えようによっては、あなた、ようやく嫁の務めを果たせるってことかしらね。クスクスという笑い声を最後まで聞かずに、私は静かに通話を切った。驚きはなかった。この家の人たちが私という人間をどう見ているか思い知らされるのは今日が初めてではなかったから。嫁の務め。その言葉を私はこの15年間で一体何百回聞かされてきただろう。正月の台所で、法事の裏方で、熱を出した命を抱えて吉美香の呼び出しに駆けつけた雨の夜に、その度に私は頭を下げ、笑顔を作り、自分の心に小さな鍵をかけてきた。けれど、人間の心には限界がある。そして私の限界はもう1年も前に、静かに、音もなく、超えられていた。病棟が寝静まると、遠くでナースコールの音が一つ鳴り、すぐに止んだ。エアコンの低いうなり。廊下を行くゴム底の靴音。誰かの席。そんな夜の音を数えながら、私は天井を見つめて考えていた。毎月、給料日の翌日に欠かさず振り込んできた月21,000円の保険料のことを。パート勤めの私にとって決して軽くはなかったあの金額を15年間一度も欠かさず払い続けてきた理由を。あの人はそれを未来の3000万と呼んで笑う。でも私にとってあれは全く別のものだった。夜の病室で私はもう一度封筒を取り出した。廊下の常夜灯のわずかな明かりに透かすと中の紙の輪郭がうっすらと浮かび上がる。1年前のあの日から
お守りのように持ち歩いてきた一枚の紙。亡くなった父が保険の仕事を通して教えてくれたたった一つの信念がこの一枚に折りたたまれている。窓の外、駐車場の街灯の下を腕を組んで歩いていく二つの影が見えた。いい。笑っていられるうちに笑っておけばいい。この時の良平はまだ何も知らなかった。わずか3日後、たった一枚の紙切れを目にして顔面蒼白のまま、たった半日で98回も私に電話をかけ続けることになるとは。そして、隣で微笑んでいるあの白衣の女が、やがて警察官に付き添われ、泣きながらこの病院を去ることになるとは。時計の針をあの日に戻そう。すべての始まりは15年前の春だった。15年前の春、私は27歳で大手生命保険会社の外交員をしていた。芹沢明日香。旧姓で呼ばれていた頃の私は、我ながらよく働いた。朝は誰よりも早く事務所の鍵を開け、夜は最終の路線バスで団地を回り、雨の日も真夏の炎天下も一軒一軒頭を下げて歩いた。成績は3年連続で全国表彰。壇上で花束を受け取る私を支社長はうちの宝だと呼んでくれた。どうしてそこまで頑張れたのか。理由ははっきりしている。父だ。私の父も同じ仕事をしていた。母を早くに亡くし、男手一つで私を育てながら、古い革カバンを下げて何十年も町を歩き続けた人。大学生の時、その父は急な病であっけなく言ってしまったけれど、私は今でも父の口癖を一字一句覚えている。保険ってのはな、明日香。命の値段なんかじゃない。残される人への最後の手紙なんだ。父が亡くなった後、父の契約していた小さな保険が降りて、私は大学を辞めずに済んだ。あのお金は単なる数字ではなかった。学業を続けなさいという父からの最後の手紙だった。だから私はこの仕事を選んだ。誰かの最後の手紙を預かる仕事を誇りに思っていた。戸田良平と出会ったのはそんな頃だった。法人営業で出入りしていた自動車ディーラーの若手営業マン。人前で話すのがうまくて、よく通る声で笑う人だった。取引先の集まりで席が隣になり、映画に誘われ、1年後にプロポーズされた。30歳になったばかりの彼は、夜景の見えるレストランで指輪の箱を開けながらこう言った。結婚したら仕事はやめてくれ。俺の女房が他人に頭を下げて保険を売り歩くなんてみっともない真似。同僚に恥ずかしくて言えねえよ。今にして思えば、あの瞬間がすべての分かれ道だった。けれど27歳の私は指輪の輝きと守ってやるからという言葉にころりと騙されたのだ。誇りにしていた仕事をみっともないと呼ばれたことの意味を深く考えもしないで。退職の日、支社長は私の辞表をなかなか受け取ろうとしなかった。そして最後にこう言ってくれた。芹沢くん。君は本物だ。いつでも何年経ってもいい。戻りたくなったら必ずここへ戻っておいで。その言葉が15年後の私を救うことになるとは、この時は知る由もなかった。ただ、私は一つだけ自分との約束を守った。外交員時代に自分で設計した自分自身の生命保険。死亡保障3000万円。保険料は月2万1000円。決して安くはない。でも、これだけは解約しなかった。父の仏壇に手を合わせて心に決めたのだ。私に何かあったとき、残された家族が路頭に迷わないように。これは私から家族への最後の手紙なのだと。その保険料を私は結婚してからの15年間一度も欠かさず自分のパート収入から払い続けた。良平は家計に無関心で
保険なんて金をドブに捨てるようなもんだろ W と笑うだけだったから、月21,000円の重みなんて考えたこともなかったはずだ。まさかそのドブに捨てた金を15年後に自分が血眼になって追いかけることになるとも知らずに。月21,000円を払い続けるというのは言葉にするよりずっと重たいことだった。パートの手取りは多い月でも10万そこそこ。そこから食費を預かり、名の学用品を買い、吉美家への手土産を欠かさず、残った中からあの保険料を先に取り分ける。自分の口紅は詰め替えよう。冬のコートは8年選手。友人とのランチは家の用事があるのと断る。それでも通帳の振り込みの欄に毎月同じ数字が並んでいくのを見ると不思議と背筋が伸びた。これは私の誰にも触らせない一行。世界中が私をただのパート主婦と呼んでもこの一行だけは父と交わした約束の続きだったから。結婚生活は想像していたものとは随分違った。朝は5時半に起きて弁当を2つ作り、姑の君へから届く嫁の心得の長電話に相槌を打ち、良平のワイシャツにアイロンをかけ、近所の保険代理店で事務のパートをして、夕方には夕食の支度。良平は帰りが遅く、休日はゴルフ。家のことは女の仕事だろうの一言で指一本動かさなかった。それでも私は彼の仕事を支え続けた。外交員時代のお客様たち地元の工務店の社長、医療法人の理事長、商店街の顔役たち。私が挨拶回りを欠かさなかった人たちに、それとなく良平の店を紹介した。主人がお世話になっております。と菓子折りを持って歩いた。良平が俺の実力と自慢していた大口の法人契約のうち、いくつが私の古い名刺から生まれたものだったか、彼は最後まで知らなかった。知らないままでいい、と思っていた。夫の顔が立つなら、それでいいと。私はそういう妻であろうとしていたし、そういう妻であることに、どこかで自分の価値を見出そうとさえしていた。今思えば、あれは愛情ではなく、ただの我慢だった。そして我慢は、感謝されない場所では、ただの空気になる。忘れられない夜がある。結婚7年目、良平が課長に昇進した日のことだ。彼はリビングでビールを開け、上機嫌で電話をかけまくっていた。いや、実力っすよ。実力 W 医療法人の理事長を口説き落としたのはでかかったっすね。その理事長は、私が外交員時代に3年通い詰めて信頼をいただいた方で、アスカちゃんのご主人なら、と車を4台まとめて買い替えてくださった方だった。私は台所で唐揚げを揚げながら、その自慢話を聞いていた。油の跳ねる音で、ため息は聞こえなかったと思う。乾杯のグラスは最後まで私に向けられなかった。それでも当時の私は家族が上向いているならそれでいいと油の匂いのする湯気の向こうで自分に言い聞かせたのだ。結婚15年目の記念日にはもう期待すらしなくなっていた。良平は接待と言って出かけ、日付が変わっても帰らなかった。私はメイと2人、駅前のケーキ屋で買った小さなショートケーキを分け合った。ママ、結婚記念日って何？と聞くメイに、大事な人とありがとうって言い合う日だよ、と答えながら自分の言葉が胸に刺さった。ありがとう。この15年であの人から一度でも言われたことがあっただろうか。思い出せなかった。一つも思い出せなかった。ちなみにその接待の夜の領収書が、後に大隈先生のファイルの何ページ目かに閉じられることになるのだが、それはまだ先の話。君へは、そんな私を決して認めなかった。結婚の挨拶の日、彼女は私の湯飲みだけお茶を注がずに言った。保険の外交員さんだったんですって？うちは代々、固い家系なのよね。
子供がなかなかできなかった数年間は、顔を合わせるたびに、嫁の役目も果たせないの、と繰り返された。だから、メイを授かった時は、世界が変わったと思った。けれど、メイは8ヶ月の早産だった。1800グラムの小さな体で生まれて、保育器の中で、細い腕に何本も管をつけて。私は毎日、面会時間のすべてを窓越しの祈りに使った。あの時、昼も夜もメイを守ってくれたのが、小児医療センターの先生と看護師さんたちだった。巫女背後、退院の日に私は決めた。いつか必ず、この場所に恩返しをする。どんな形でもいい、必ず、と。その誓いが、後に保険証券の一行となり、ある人たちの運命を大きく狂わせることになる。メイはすくすく育った。5歳の夏祭りの夜、露店の並びの端っこの雑貨屋で、あの子は一つの貯金箱に釘付けになった。赤い陶器のイチゴに、緑のヘタの蓋。これに貯めたら、イチゴの匂いのお金になる、と真顔で聞くので、私は笑いながら買ってやった。800円だった。それからメイは、お小遣いの残りを1枚、また1枚とあの中に落とすようになった。チャリン、チャリン。我が家で一番綺麗な音だと私は思っていた。良平は、その音がするたびに顔をしかめた。耳っちい音させんな。貯金なんて貧乏くせえんだよ。娘の小さな習慣さえ彼には目障りだったらしい。一度何を貯めているのか聞いたことがある。メイは貯金箱を両手で抱え、蓋を押さえて内緒話みたいに言った。あのね、家族で海に行くの。パパとママとメイで。電車に乗ってお魚食べるの。家族旅行なんてもう何年も行っていなかった。パパは忙しいから、といつも私が謝る役だった。9歳の子供が父親と海に行くために50円玉を貯めている。その意味をあの人は一生わかろうとしなかった。だから私は決めていた。もし本当に私の命が半年で終わるのなら、最後の月はメイと海に行こう。貯金箱のお金で切符を買って電車に乗ってお魚を食べよう。そんなことを病室の天井を見ながら本気で考える夜がこの後来ることになる。それでも私はこの生活を幸せの範囲内だと思い込もうとしていた。あの日までは1年前の秋のことだった。クリーニングに出そうとした良平のスーツの内ポケットから1枚のレシートが出てきた。駅の反対側にあるシティホテルのラウンジとレストランの領収書。日付は彼が大阪出張と言っていた夜。金額は2人分のディナーコース。胸の奥がすっと冷たくなった。けれど決定的だったのはその3日後だ。取引先に届け物をした帰り、私はそのホテルのラウンジの前を通った。ガラス越しに見慣れた紺のスーツの背中が見えた。向かいに座っていたのは若い女だった。女が良平の腕に自分の腕を絡め、良平がだらしなく笑う。夫婦で使うはずだった結婚記念日のレストランのあのテーブルで。私はその場で写真を撮った。手は震えなかった。自分でも不思議なくらい震えなかった。帰り道、夕焼けがやけに赤くて、私はスーパーの駐車場の車の中で1時間だけ泣いた。1時間だけと決めて泣いた。メイが待つ家に泣き顔で帰るわけにはいかなかったから。その夜、寝室で規則正しい寝息を立てる夫の横顔を見ながら私は考えた。今すぐ離婚を突きつけることは簡単だ。でも、9歳になる娘を抱えて、感情のままに動けばどうなるか。慰謝料も親権も養育費も、証拠と準備がすべてを決める。それを私は、仕事柄、嫌というほど知っていた。何千件という家庭のもしもを見てきた
元外交員だからこそ。怒りに任せて騒ぐのは素人のやることだ。プロは静かに準備する。翌週、私は商店街の外れの雑居ビルにある小さな法律事務所の扉を叩いた。大熊法律事務所。保険代理店の仕事で書類のやり取りをしたことのある、熊のような体格に似合わず物腰の柔らかい弁護士さんだった。大熊先生は私の話を最後まで黙って聞き、写真とレシートを見て、静かに言った。戸田さん。急がば回れ、です。証拠を集めましょう。時間をかけて、完璧に。それから失礼ですが、ご自身名義の資産と保険を、今のうちに整理しておくことをお勧めします。その言葉で、私は思い出したのだ。あの3000万の保険。15年間、月2万1000円を払い続けてきた私の最後の手紙。その受取人欄に誰の名前が書いてあるかを。戸田良平。背筋が寒くなった。もし明日、私が事故にでも遭えば、あの人に3000万が転がり込む。私が父に誓った家族への手紙は、愛人とのディナーに化けるのだ。冗談ではなかった。受取人の変更は契約者である私自身の意思でできる。私は保険会社に連絡し、書類を取り寄せ、受取人を娘の名に変更した。そして大熊先生と相談の上、もしもの時には保険金の一部が小児医療支援の団体に寄付されるよう遺言書も作った。名の命を救ってくれたあの場所への恩返し。私の最後の手紙の宛先はこれで正しくなった。手続きの過程で保険会社から配偶者の方にも変更内容の確認欄への署名をと案内された。前の受取人だった夫への形式的な確認だった。私は隠さなかった。嘘もつかなかった。ある日曜の昼下がり、ソファでスマホゲームに夢中の良平に書類とペンを差し出して、はっきりこう言ったのだ。保険の大事な書類なの。内容を読んで、ここに署名してほしいの良平は画面から目も離さず、舌打ちをした。あ？なもん、ハンコ押すだけだろ、早くしろよ。俺は今いいとこなんだよ、読んで、と言ったのに。彼は一行も読まなかった。受取人変更に関する確認書という表題さえ視界に入れなかった。署名欄に殴り書きをして、認め印を斜めに押して、書類を私の膝に放り投げた。所要時間11秒。自分の3000万が娘の名前に書き換わる瞬間に、彼はゲームの敵を3体倒していた。私はその書類を丁寧に封筒に入れ、控えと一緒に保管した。角が擦り切れるほど何度も確かめることになるあの封筒に。その夜、私は父の位牌の前に正座して長いこと手を合わせた。お父さん、私、間違ってないよね。あなたの言う最後の手紙の宛先を私はやっと正しい名前に書き直しただけだよね。線香の煙がまっすぐに立ち上って、ふっと揺れた。父がうなずいてくれた気がした。それからの1年間、私は静かに、几帳面に準備を続けた。ホテルの領収書はコピーを取って日付順に閉じ、カードの明細は毎月保存し、良平が酔って帰った夜のリノはお前と違って可愛げがあるという寝言さえ日記に書き留めた。保険代理店の事務で身についた癖だ。書類は感情と違って嘘をつかない。日付と金額と署名はいつか必ず本人の代わりに真実を語ってくれる。気づいたことは他にもあった。良平の給料日前の妙な金欠。財布に増えていく消費者金融のカード。ボーナスが出たはずの月に生活費を今月ちょっと待ってと言い出したこと。後でわかることだが、この頃彼のカードの借金はすでに230万円に膨らんでいた。愛人との交際費は
私の想像よりずっと高くついていたらしい。そしてあの女。ホテルのラウンジで夫の腕に絡みついていた若い女。写真を大隈先生に見せたとき、先生はお相手の素性もいずれわかります。焦らないことです、と言った。私は焦らなかった。ただ、あの横顔だけは網膜に焼き付けて忘れなかった。その横顔と再会したのは今年の6月。よりによって病院の外来だった。きっかけはパート先の健康診断だった。軽い貧血と肝機能の数値に少しだけ引っかかりが出て、念のため精密検査を、と言われた。よくあることだ。私自身、外交員時代にお客様へ何百回も、念のためですよ、と言ってきた。どこの病院にしようか迷っていた私に、珍しく良平が口を挟んだのだ。総合病院にしろよ。でかいし、知り合いがいるから、いろいろ融通きくらしいぞ。妻の体を気遣うようなことを言い出したのは、結婚15年で初めてだった。少し驚いて、少しだけ嬉しいとさえ思ってしまった。自分の甘さにヘドが出る。その病院の内科外来で、私の担当についた若い看護師白石なしのと名乗って、担当になれて嬉しいです。と微笑んだその顔を見た瞬間、心臓が一つ大きく跳ねた。あの横顔だった。ホテルのラウンジのあの女だった。見間違いではない。1年間忘れないと決めて覚えていた顔だ。夫の愛人が偶然私の担当看護師になる。そんな偶然があるだろうか。この病院を勧めてきたのは誰だった？夫だ。知り合いがいると言った。知り合いとは誰のことだ。背中を冷たいものが伝った。けれど私はその場では眉一つ動かさなかった。よろしくお願いします。と頭を下げ、差し出された問診票にいつも通りの丁寧な字を書いた。証拠もなしに騒げば警戒させるだけ。それより観察すること。記録すること。プロは静かに準備する。1年前に決めたその通りに。ただ、この時の私はまだ彼らの計画を甘く見ていた。財産目当ての女が夫に近づいたその程度だと思っていた。まさか人の命そのものを紙切れ一枚で書き換えようとする人間がいるなんて考えもしなかったのだ。検査は6月の末から7月にかけて数回に分けて行われた。採血のたび、リノは明るい声で世間話をした。アスカさんって本当にお肌綺麗ですよね、旦那さん、優しそう。針を刺す手つきだけは皮肉なくらい上手だった。私は毎回笑顔で応じながら検査の日付と項目を全部手帳に書き留めた。そして7月のあの日、柳田先生の診察室で私は余命半年を告げられた。そして話は戻る。余命半年を告げられたあの7月の日に、あの宣告は空から降ってきたのではなかった。人の手で周到に降らされたものだった。この時の私はまだそのからくりを知らない。知っているのはポケットの中の封筒の重みと父の言葉と白衣の女の正体だけ。そして本当の地獄は検査入院を終えて帰宅した私を我が家の玄関で待ち構えていた。検査入院を終えて自宅に戻ったのは宣告の翌日土曜の昼過ぎだった。玄関のドアを開けた瞬間、違和感が鼻をついた。私の家の匂いじゃない。甘ったるい、覚えのある香水の匂い。1年前、良平のスーツから漂っていたあの匂いだった。リビングのドアを開けると、ソファに白衣ではない白石なしのが座っていた。ぴったりした白いワンピースに丁寧に巻いた髪。膝の上には私のマグカップ。テレビのリモコンを片手に
まるで10年前からそこに住んでいるような顔で、彼女は言った。あ、お帰りなさい。アスカさん、お帰りなさい。私の家で。私のマグカップで。夫の隣で。良平はダイニングの椅子にふんぞり返り、悪びれもせず顎で彼女を指した。ああ、紹介するわ。リノちゃん。まあ、お前も病院で顔は知ってるよな。 W どうせあと半年なんだしさ、家のこと、今のうちに引き継ぎってやつだよ。引き継ぎ W 掃除の仕方とか、名の学校のこととか、教えといてやってくれ、引き継ぎ。結婚15年の妻の座を、まるで社内の事務作業みたいに。リノはソファから立ち上がりもせず、くすっと笑った。アスカさんの分まで、この家、ちゃんと守りますね。あ、でも私、料理はしない主義なんで、そこは期待しないでください。良平くん W、良平くん。病院では、戸田様の奥様の担当です。と頭を下げていた口が。私は怒鳴らなかった。代わりに、バッグの中で小さな機械が静かに仕事をしていることを確かめた。保険代理店の事務仕事で使っている手のひらサイズのボイスレコーダー。大事な話は記録する。長年の職業習慣だ。自分の家のリビングで自分が同席している会話。録音して悪い理由はどこにもない。そう。じゃあ、ゆっくりしていってね。お茶でも入れましょうか。私が微笑むと、二人は一瞬、鼻白んだ顔をした。泣き崩れる修羅場を期待していたのだろう。残念ながら、その脚本には付き合わない。私は台所に立ち、3人分のお茶を入れながら、二人が交わす会話マンションの間取りの話、頭金はもう入れたという話、半年後を指折り数える話を一言も聞き逃さなかった。レコーダーも聞き逃さなかった。彼らは知らなかった。目の前で湯飲みを並べている余命半年の妻が、その全部を二重に記録していることを。お茶を飲み終えると、リノは、お家見せてもらいますね、と言って、断りもなく2階へ上がっていった。私の寝室のクローゼットが開く音。ハンガーの擦れる音。そして、兄弟の引き出しの音。降りてきた彼女の耳には、私の母の形見のイヤリングが光っていた。これ、かわいい。アスカさんには渋すぎません？私の方が似合うかも W ね、良平くんだな。どうせ全部残ってくもんだし W、私は、そう、よく似合うわね、とだけ言った。争わない。今は、まだ。ただ、頭の中の帳簿に一行、書き加えただけだ。形見のイヤリング、無断持ち出し。日付、時刻、発言、同席者。それが積み上がった帳簿の厚みを、彼らはやがて、朝廷の席で思い知る。夕方、学童から帰ってきたメイは、玄関でリノの白いパンプスを見て、立ちすくんだ。リビングのリノを見て、私の顔を見て、またリノを見て。9歳の子供は、大人が思うよりずっと、空気の温度を正確に読む。ママ、この人、誰？答えたのは、良平だった。パパの大事な友達。これからよく来るから仲良くしろよ。リノはしゃがんでメイに目線を合わせ、猫なで声を出した。メイちゃん、よろしくね。リノお姉ちゃんだよ。メイは何も言わず、私の後ろに隠れて、スカートを小さな手でぎゅっと握った。その握る力の強さだけで、私は十分だった。この子を、こんな空気の中に、あと半年も置いておくものか。いや、半年ではない。私の準備が終わり次第、一日でも早く。だが、この家に押し寄せてきたのは、愛人だけではなかった。翌日の日曜、朝の9時前。インターホンも鳴らさずに玄関が開いて、義母の君江が上がり込んできた。手には大きな風呂敷包みと、なぜか、文房具屋の付箋の束。
アスカさん、いるんでしょ。ちょっと、家の中のものを確認させてもらうわよ。確認の意味は5分でわかった。君へは今の茶タンスの前に立つと、付箋に太いマジックで、君へと書き、霧の小箱にペタリと貼ったのだ。それから冷蔵庫に1枚。私の着物の桐タンスに1枚。結婚の時私の母方のおばが持たせてくれた真珠のネックレスの箱にも1枚。あなたが言った後で揉めるのは嫌ですからね。先に名前をつけておくの。合理的でしょう。私はそれを黙って見ていた。そしてスマホのカメラで1枚1枚丁寧に撮影した。何撮ってるのよ、と眉を潜める君へに、記念に、と答えた。嘘ではない。これは記念だ。この家の人たちがどういう人間だったかという、動かぬ記念。君への付箋は、とうとう名の学習机にまで貼られた。おぎぼさん。それは、名の机ですが、孫のものは戸田の家のものでしょう。あなたの血が入ってるのが玉に傷だけど、まあ、育て法次第よね。それから君へは、思い出したように手を打った。そうそう、あなたの通帳と印鑑もね、今のうちに良平に預けなさいな。どうせ動けなくなるんだから。あと、その保険 ?3000 万ですって？受け取りの手続きは良平がやるんだから、証券も渡しておくのよ。いい？嫁の財産は家の財産。うちはそういう決まりなの。私は湯飲みを置いて、静かに答えた。おぎぼさん。私の通帳は、私のパートのお給料が入っているだけです。それから保険は、契約のことなので、決まりに沿って、叱るべき時に、叱るべき人に渡ります。嘘は、一言も言っていない。叱るべき人。その名前を、この人たちはまだ知らない。君へは、最後まで可愛げのない嫁、と鼻を鳴らして、次の付箋に取り掛かった。そして君へは、付箋の束をパチンと輪ゴムで留めると、しみじみと、心の底から満足そうに言ったのだ。それにしても、ほっとしたわ。あなたが早く死んでくれれば、嫁の役目もようやく果たせるってものよ。ね、アスカさん、最後くらい笑いなさいよ。辛気臭い、私は微笑んだ。指示通りに、にっこりと。ポケットの中のレコーダーが、その一言を一音も欠かさず飲み込んだのを確かめながら。録音時間2時間11分。付箋の写真34枚。この日の収穫は、後に朝廷の席で、金の重みを持つことになる。君へが帰った後、学童から戻った明は、自分の机に貼られた君への付箋を見つけて首をかしげた。ママ、これなーに？私は付箋をそっと剥がして、娘の手に消しゴムを握らせた。間違えて貼っちゃったんだって。明の机は、世界中の誰のものでもなくて、明のものだよ。あの子は、変なの、と笑って、宿題を広げた。その丸い後頭部を見ながら、私は決めた。この子の周りに貼られる札は、これが最後だ。剥がすのは私の仕事だ。そして、その日の夕方だった。あの音を私は一生忘れないだろう。ガシャンという陶器の割れる音だった。リビングに駆け込むと、明が呆然と立っていた。足元には、新聞紙の上に、芯二つに割れた赤いイチゴ。緑のヘタの蓋がコロンと転がっている。5歳の夏祭りから4年間、チャリンと積み重ねてきたあの貯金箱が。明開けようとしたら、落っこちゃったの。明は泣かなかった。唇を噛んで散らばった硬貨をかき集めると、両手いっぱいに握って私のところへ持ってきた。50円玉と100円玉といくつかの500円玉。手のひらからこぼれそうなあの子の4年間。ママ。これでママの病気治して。足りる ?8235 円。後で数えたらそれだけあった。
9歳の娘が家族で海に行く夢を割って差し出した8235円。足りるよ。世界中のどんな薬より効くよ。そう言って抱きしめようとしたその時だった。ソファで見ていた良平が吹き出したのだ。ブハ、なんだそれ W 小銭でお守りごっこか W8000 円で末期がんが治ったら医者いらねえだろ。メイ、お前あれだな、ママに似て頭悪いな W。テレビのバラエティより面白いものを見た、という顔で彼は笑い続けた。娘の4年間を。娘の祈りを。メイの小さな肩がびくりと震えた。私は膝をつき、娘の手ごと硬貨を包み込んで、その耳元に言った。ありがとう。ママ、これで絶対元気になるからね。メイの薬が世界で一番効くの。ママ、保険のお仕事してたからわかるんだ。本当だよ、メイがやっと少しだけ笑った。私は割れたイチゴのかけらを一つ残らず拾い集めてハンカチに包んだ。捨てるつもりはなかった。この子の4年間をゴミ袋になんて入れさせない。その夜、メイが寝入ったのを確かめてから私は台所のテーブルにかけらを並べた。大きなかけらが6つ、小さなものが10ほど。緑のヘタの蓋は奇跡的に無傷だった。私はそれを一つずつ布で拭き、菓子箱に収めた。いつか必ず元に戻す。形あるものも。そして形のないものも。それから廊下に出て大熊先生に電話をかけた。夜分の非常識は承知の上だった。でも先生はニコルで出て、私の報告理ノの引き継ぎ、発言の録音、君への付箋の写真、そして今日の貯金箱のことを聞き終えると、電話の向こうで長く息を吐いた。戸田さん。よく耐えていますね。正直、証拠としては、もう十分すぎるほどです。調停の申し立てて予定を早めましょう。書類はこちらで整えます。あなたは体のことだけ考えてください。体のこと。私は、はい、と答えながら、処置室でのリノの顔を思い出していた。あの狼狽。あの数値。先生、私の体は、ひょっとすると、誰よりも元気なのかもしれません。喉まで出かかったその言葉を、私はまだ飲み込んだ。確かめもせずに口にしていい言葉ではなかったから。あの男は、今日笑ってはいけないものを笑った。私の中で何かが最終的に固まったのは多分あの瞬間だった。準備はもう1年前から整っている。あとは引き金だけだった。そしてその引き金は思いもよらない方向から向こうの方で勝手に引かれようとしていた。月曜の午前、私は治療方針の説明のため外来に呼ばれていた。診察の前、処置室で血圧を測りながら、リノはいつもの明るい声で言った。アスカさん、血圧も脈も安定してますね。腫瘍マーカーの数値もこの前と変わらずでも肝臓の数値？ちょっとだけ高いくらいで、全然問題ないですよ。手帳にペンを走らせていた私の手が止まった。今、何と言った？肝臓の数値がちょっとだけ高いくらい。問題ない。末期の肝臓がんの患者に向かって？私は保険の外交員として、そして代理店の事務員として、これまで何千枚という診断書と検査報告書を扱ってきた。がんの進行度と検査数値の関係なんて、専門医には遠く及ばないにせよ、一般人よりはずっと肌感覚で知っている。肝臓があれほど悪ければ、真っ先に跳ね上がるはずの数値がいくつもある。横断、倦怠感、食欲不振。私にはそのどれもない。入院中も看護師たちが首をかしげるくらいお元気だった。白石さん。私の肝臓の数値、そんなにいいのを探るように尋ねると、リノの顔が
さっとこわばった。え？やだ、違います。別の患者さんのと見間違えました？っていうか、ほら、数値が良くても悪い人は悪いんですよ。そういうものなんです、がんって。W、そういうものではない。彼女は逃げるように処置室を出て行った。私は手帳に日時と彼女の言葉を一字一句書き留めた。指先が少しだけ冷たくなっていた。怒りではなかった。もっと静かで、もっと深い何かだった。もしも、だ。あの余命半年が最初から嘘だったとしたら？待合室の長椅子で私は手帳を開いたまま記憶の引き出しを順番に開けていった。保険代理店の事務仕事では年に何件かおかしな請求の噂を耳にする。診断書の書き換え。入院日数の水増し。そしてごく稀に検査結果そのもののすり替え。昔研修で聞いた講師の言葉が耳の奥で蘇った。書類の不正はね、必ずどこかで数字が喧嘩するんです。人間はおつけても数字同士はお付き合えない。私の検査結果の中で数字たちは喧嘩していないだろうか。思い当たる節はいくらでもあった。宣告のあの日、夫が言い当てた半年という数字。夫の愛人が偶然にも私の担当看護師であること。この病院を進めてきたのが夫だったこと。今日で検査は終わり。全部はっきりしますよ、と歌うように言ったあの朝の声。一つ一つはただの偶然で片付けられる。でも保険の世界には古い格言がある。偶然は2度まで。3度目からはそれは設計図と呼ばれる。一方、その頃ナースステーションの奥の理念室で、白石なしのはスマホを耳に当て、押し殺した声で笑っていた。大丈夫だって、良平くん。うん。半年後には全部終わってるから。式は海外でいいよね。指輪は3カラットって約束忘れてないよね。W、棚のシーツの陰で彼女は小さく爪を噛んだ。さっきの処置室での失言。あの女、変に鋭い。ただのパート主婦のくせに数値なんか気にして。でも大丈夫。カルテは完璧。検査データも完璧。あとは黙って半年待つだけ。前の病院の時とは違う。あの時は爪が甘くてバレかけた。今回はラベルの貼り替え一つで済んだ。指紋も残していない。誰にも絶対にわかるはずがない。白石なしの29歳。彼女がこの病院に移ってきたのは2年前だ。前の職場を辞めた本当の理由を知る者は、ここには一人もいない。看護学校時代から彼女の頭の中にあったのは白衣の理想なんかじゃなく、もっと手触りのいいものつまり金だった。入院患者の資産を聞き出すのは得意だった。羽振りのいい見舞い客に狙いを定めるのも得意だった。そして去年、ゴルフバッグを自慢しに来た車の営業マンと連絡先を交換したとき、彼女の嗅覚は告げたのだ。この男は、財布は軽いが使い道はある、と。妻に3000万の保険。本人はローンとカードの返済で首が回らない。あとは順番を少し早めてあげるだけ。りのちゃん、そういうとこ、ほんと天才。彼女は鏡も見ずに前髪を直し、何食わぬ顔で理念室を出た。廊下の掲示板の前で主任看護師とすれ違う。主任は足を止め、彼女の名札を2秒だけ長く見た。その2秒にリノは気づかなかった。そう、彼女は信じていた。廊下の角でベテランの主任看護師が足を止め、理念室から漏れる笑い声にじっと耳を澄ませていることも知らずに。そして、この病院には彼女の
完璧を数字一つで見抜く人間が少なくとも2人いることも知らずに。その日の夕方、家に帰った私は、メイに夕飯を食べさせ、宿題を見てやり、いつもより少しだけ長く、お休みの絵本を読んだ。あの子の寝息が深くなるのを待って、私は台所のテーブルに、この1ヶ月の検査結果のコピーをすべて並べた。患者には結果の写しをもらう権利がある。私は毎回、欠かさずもらっていた。これも、書類仕事で身についた癖だ。蛍光灯の下で、数字を一つずつ指でなぞっていく。6月最初の血液検査。次の週。その次。おかしい。素人目にも途中から数字の顔つきが変わっている。まるである日を境に別人の血が流れ始めたみたいに。そして表の隅の小さな検体番号はそのある日の前後で印字の書体がほんのわずかに違って見えた。気のせいと言われればそれまでのほんのわずかな違い。でも偶然は2度まで。3度目からは設計図。指先が冷えていくのとは裏腹に、頭の芯は外交院時代の朝礼前みたいに、芯とさえ渡っていた。誰に、何を、どの順番で確かめるべきか。リストは、もう頭の中に出来上がりつつあった。ただ一つ、私の力だけでは開けられない扉があった。病院の内側の扉。それを開けられる人がいるとすれば、ただ一人。その夜、9時過ぎ。私のスマホが震えた。画面に浮かんだのは意外な名前だった。柳田先生。主治医が病院の代表番号ではなく、個人の携帯から直接。夜分にすまない。アスカちゃん、いや、失礼。患者さんとしてではなく、亡くなった芹沢くんの娘さんとして聞いてほしい。先生の声は低く硬かった。柳田先生は父の高校からの友人だ。私がこの病院に来た時、芹沢の娘さんを僕が見られるとは、と目を細めてくれた人。その人が電話の向こうで言葉を選びに選んでいる。君の検査結果にどうしても僕には飲み込めない点がある。画像と数値の辻褄が合わない。こんなことは30年医者をやっていて初めてだ。誰にも言わず明日の朝7時南病棟の検査室に来られるか。院内の誰にもご家族にもだ。翌朝夜明けの病院は昼間とは別の建物みたいに静かだった。人気のない廊下に私の足音だけが響く。検査室では柳田先生がたった一人で待っていた。採血、画像、そしてもう一度採血。検査キットのラベルには私の名前ではなく番号だけが記されていた。外部の検査機関に匿名で出す。院内の検査室は通さない。それが何を意味するのか私はもう聞かなくても分かっていた。結果が出るまで数日かかるという。私は先生に深く頭を下げ、朝の光の中を命の待つ新しい部屋へと帰った。そう。この再検査の前日こそがあの3日後。夫が98回電話を鳴らし続けたあの日だったのだ。数日後、外部機関からの封筒を開いた柳田先生は2枚の報告書を机に並べたまま長いこと動かなかった。そして震える指で私に電話をかけ、絞り出すように言ったのだ。芹沢さん、これはありえない話を少しだけ戻そう。余命宣告からちょうど3日後梨内が処置室で出現をした。あの月曜の午後のことだ。戸田良平は会社に客船直行と嘘の予定を入れ、車を保険会社の支社に走らせていた。助手席には仏壇の引き出しから抜き出した妻の保険証券。信号待ちの旅、彼はニヤニヤと川残用を繰り返した。3000万。マンションの残金を払って、
車を買い替えて、りのちゃんと海外で式を挙げて。それでもまだ余る。人生で初めて、女房に感謝したくなったね W と、この時の上機嫌を、彼は後に朝廷の席で問い詰められ、うなだれて認めることになる。窓口で、良平は精一杯神妙な顔を作った。妻が余命宣告受けちゃいまして。半年だって言われてて。それで、その保険金って、あれ、先にもらえたりする制度あるんですよね。ほら、生きてるうちにってやつ。手続き、俺がやっとこうと思って。応対した窓口の女性は、丁寧に頭を下げてから静かに答えた。生前に保険金の一部をお受け取りになれる制度はあるが、それを請求できるのは、被保険者であるご本人様のみであること。そして、恐れ入りますが、お客様は、こちらのご契約の受取人様ではございませんのでは？良平の顔から営業スマイルが剥がれ落ちた。女性は証券のページを繰り、受取人欄を静かに示した。そこには、こう記されていた。受取人、戸田芽。長女。合わせて、遺言により保険金の一部を、特定非営利活動法人、小児医療支援の会へ寄付する旨の付き。変更受付日は、1年前の10月。書類は完備。そして備考欄には、当時の受取人であった配偶者、戸田良平氏の署名捺印済みの確認書を受領した旨が、几帳面な文字で記録されていた。勝手に変えられてる。無効だろ、こんなの。俺は聞いてない。ご契約者様ご本人によるお手続きですので、有効でございます。また、こちらの確認書のご署名は、お客様ご自身のお名前でございますね。窓口に置かれた確認書のコピー。見覚えのある自分の殴り書き。斜めに押された自分の認め印。あの日曜の午後。ソファ。スマホゲーム。ハンコ押すだけだろ、早くしろよ。記憶の断片が音を立てて一枚の絵につながった。あの女、あの時、確かに言った。内容を読んで、と。読まなかったのは俺だ。上司を呼べ。責任者だよ責任者。こんなもん認められるか、俺は夫だぞ。妻の金は夫の金だろうが、ロビーに良平の怒鳴り声が響き渡った。順番待ちの老夫婦が身を寄せ合い、赤ん坊が泣き出した。奥から出てきた支社の課長は、名刺を差し出し、丁寧に、しかし1ミリも引かずに繰り返した。ご契約はご本人様のもの。お手続きは適正。以上でございます、と。ちなみにこの課長、かつて新人時代に伝説の芹沢さんのカバン持ちをしていた人だと、後になって私は知る。世間は狭い。だいたいな、俺は15年も養ってやったんだ。保険料だって俺の金みたいなもんだろ。恐れ入ります。ご契約の保険料は月21,000円。15年間一度の遅れもなく、契約者様ご本人名義の口座から払い込まれております。ご主人様の口座ではございません。記録は静かで残酷だ。良平は言い返す言葉を見つけられず、警備員がそっと近づいてくるのを見て、証券をひったくるように掴んで、支社を飛び出した。そこから先は指が勝手に動いた。発信。発信。発信。留守番電話。発信。発信。その頃、私は大熊法律事務所の応接室にいた。マナーモードのスマホがテーブルの上で震えては止まり、震えては止まりを繰り返している。画面を伏せたまま私は書類に判を押していった。夫婦関係調整調停、いわゆる離婚調停の申立書。親権者の希望欄には、母。それから婚姻費用の分担請求。証拠一覧、
項第1号章から順に、ホテルの領収書、写真、録音データの翻訳書、付箋の写真、34枚。戸田さん、ご主人からのようですが、出なくてよろしいのですか？大隈先生が、震え続けるスマホに目をやった。私はうなずいた。はい。もう、私が直接お話しすることは、何もありませんからでは、定型のご案内を差し上げておきましょう。先生は自分の名刺を写真に撮り、私のスマホから一通だけ、短い文面を送信した。今後のご連絡は、下記代理人までお願いいたします、と。それだけだった。それが、結婚15年の夫婦の事実上の最後の会話になった。夕方、事務所を出て、駅前でメイと待ち合わせた。前の週から少しずつ運び込んでいた、線路沿いの二間の小さなアパート。台所に立つと電車の音が聞こえる、築20年の部屋。玄関でメイは靴を脱ぎ、遠慮がちに廊下を歩いて、それから窓の外を走る電車を見つけて、目を丸くした。ママ、電車、近い。うるさいかな？なんか、旅みたい。9歳の娘のその一言で、私はこの部屋を選んでよかったと思った。段ボールの一番上には、ハンカチに包んだイチゴの貯金箱のかけらと父の位牌。今夜はこの子とお蕎麦屋さんの出前を取ろう。そう決めて、私はやっとスマホの画面を表にした。着信履歴98件。すべて夫。朝の11時56分から夜の7時までの間に98回。合間にはメッセージが43通。時系列に読むと人間の焦りというものが綺麗な階段を描いて転がり落ちていくのが分かった。12時。おい、保険どういうことだ？今すぐ電話しろ、1時。無効だからな。詐欺だぞ。訴えるからな。3時。かけ直せって言ってんだろ。ふざけんな、5時。なあ、話し合おう。俺が悪かったって。6時半。頼む。電話くれ。マジで頼む。金がいるんだ、7時。お願いします。電話してください。お願いします。最初は命令。次に脅し。それから交渉。最後は敬語。私はスクリーンショットを撮り、フォルダーに保存して、大隈先生に転送した。件名はつけなかった。数字だけで十分に雄弁だったから。着信98件。この数字は後の調停で、彼の冷静で誠実な人柄を主張する陳述書の隣に並ぶことになる。それにしても、と私は思った。無視されただけで、人はこんなに乱れるものだろうか。3000万は確かに大金だ。でも彼の狼狽は、まるで明日の命がかかっている人間のそれだった。その疑問の答えは、翌日、向こうから勝手に届くことになる。一方、その頃戸田良平は、繁華街の外れの雑居ビルの3階で、スチール机を挟んで、頭を下げていた。で、戸田ちゃんさ、保険金が入るって話、あれ、どうなったの？向かいに座る男は、金融業の看板を掲げてはいるが、銀行とは随分経路の違う相手だった。マンションの頭金580万。その内訳は、母親の君へを拝み倒して出させた300万と、この男から借りた280万。半年後に3000万入る。倍にして返す、そう言って借りた金だ。カードの借金230万は、また別に積み上がっている。いや、ちょっとした手違いで。すぐ戻します、受取人。妻を説得すれば、説得、男は書類をパラパラとめくった。戸田ちゃん。うち、慈善事業じゃないのね。来月から、この額ね、差し出された返済予定表の数字を見て、
良平は喉の奥で変な音を立てた。給料の手取りより大きかった。まあ、あれよ。マンションの契約、飛ばせば頭金の580万は丸損だけど、命は取られないんだからさ、いい話よね。ビルを出た良平は、駐車場の車の中でもう一度私に電話をかけた。99回目。その頃私は湯気の立つお蕎麦を挟んで、メイと旅の1日目の献立会議をしていた。スマホは段ボールの上で静かに震え、やがて諦めたように黙った。つながらない電話を放り出した良平が次にかけたのは母親の番号だった。事情を聞いた君江は受話器の向こうで悲鳴を上げた。なんですって。私の300万はどうなるのよ。息子の心配より先に金の心配。血は争えない。それから君江は一晩中私の番号にかけ続けたらしい。らしいというのは私が着信拒否を設定済みだったからだ。翌朝には共通の知人を通じて伝言が来た。話がある。逃げるならそれなりの覚悟をしなさい。逃げる？おかしなことを言う。逃げていたのはこの15年、いつだって私の方だったのに。もう逃げない。それだけの話だった。そしてその晩、リノのアパートではもう一つの作戦会議が開かれていた。青い顔でハイボールを煽る良平に、リノは爪をいじりながら言ったという。ねえ、受取人ってまた返させればよくない？あの人、どうせあと半年も持たないんだし、親戚みんなの前で元に戻しますって言わせちゃえば、承認もいっぱいで安心じゃん。良平は膝を打った。折よく、来月には親父の十七回忌がある。お袋に仕切らせて、親族全員を証人にして、あの女に頭を下げさせる。病人一人、囲んでしまえばどうにでもなる。彼らはいつも、そうやって足し算だけで生きてきた。この世に引き算があることを知らないまま。数日後、私のアパートに、君江から分厚い封書が届いた。亡き義父の十七回忌の案内。日時と場所。そして便箋の最後に赤いボールペンで一行。親族一同の前であなたに大切な話があります。嫁の最後の務めです。必ず来なさい。私はその手紙を大隈先生に見せた。先生はしばらく黙って読み、それからめったに見せない種類の笑顔を見せた。戸田さん。行きましょう。全員が一つの部屋に揃ってくれるそうですよ。こんな便利な話はめったにありません。その夜、私はカレンダーの十七回忌の日付を赤ではなく青いペンで丸く囲んだ。赤い丸は彼らの色だ。私は静かな色でいい。台所の窓の外を終電がごとごとと走っていく。メイの寝顔。父の位牌。菓子箱の中のイチゴのかけら。守るべきものの数を私はもう一度指を折って数えた。だが彼らの転落はまだ序の口に過ぎなかった。数日後、外部検査機関から一通の封筒が柳田先生のもとに届く。そこに印字されていた数字がこの物語の盤面を根こそぎひっくり返すことになる。芹沢さん、これはありえない。電話の翌日、柳田先生に指定されたのは病院ではなく駅の裏通りにある古い喫茶店だった。煮詰まったコーヒーの匂い。年季の入った革張りの椅子。窓際の一番奥の席で先生は2枚の検査報告書を静かにテーブルに並べた。右が院内の検査室を通った君の正式な結果。肝臓がん末期。余命はおよそ半年。私が読み上げさせられたあの数字だ。先生の指が左の一枚に移った。外部機関の印が押されたあの朝の匿名検査の結果。そしてこちらが本当の訓だ。
どこも悪くない。肝臓も腫瘍マーカーもすべて正常範囲。芹沢さん。あなたは健康そのものです。店内の古い柱時計がコチンコチンと鳴っていた。私は自分の指先を見た。健康な血の通った温かい指先。この体は最初からどこも悪くなかった。あの日、世界から音が消えたあの宣告は誰かの手で書かれた台本だった。不思議なもので真っ先に湧いてきたのは喜びではなかった。明の顔だった。母親の余命に怯えて4年分の貯金箱を割った9歳の子供。あの子のチャリンを、あの涙を返してもらわなくてはならない。利子をつけて。2つの検査の間でデータがすり替わっている。採血の検体そのものか、ラベルか。いずれにせよ、院内の、それも検査の流れを知る人間にしかできない柳田先生は、老眼鏡を外して深く頭を下げた。病院としてこれほどの恥はない。院長にはすでに報告した。入退室の記録と検査室前の防犯カメラの映像を今極秘で精査している。だから芹沢さん、少しだけ時間を欲しい。犯人に気取られれば証拠は必ず消される。それまで、君は余命半年の患者のままでいてくれるか。こんな残酷な頼みを亡くなった芹沢の娘さんにする日が来るとはな、私はうなずいた。むしろ好都合だとさえ思った。あちらが書いた台本なら最後の一幕まで演じ切ってあげようじゃないか。ただし、結末のページだけはこちらで差し替えさせてもらう。帰り道、夏の光が街路樹の影を歩道に落としていた。私は生きている。半年ではなく、多分何十年も。胸にあるのは怒りのはずなのに、こぼれた涙はなぜか安堵の形をして、一粒だけ頬を伝った。一粒だけ、と決めて、私はハンカチをしまった。泣くのはすべてが終わってからでいい。大隈先生にだけすべてを話した。先生は長い沈黙の後、低く言った。ここまでとは。戸田さん、これはもう離婚代車両だという話のはるか先にあります。刑事の領域です。そして柳田先生と3人だけの静かな打ち合わせが始まった。十七回忌まであと3週間。役者は揃いつつあった。そして法事の前夜。午後9時47分。私のスマホが短くなった。戸田へ、法事連絡、良平が作った親族20人余りのグループだった。私をグループから外すことすら、彼らは面倒がってしていなかった。画面には、白石なしのの名前と音声メッセージが一つ。再生した私は、3分12秒の後、静かにスマホを置いた。それから深呼吸を一つして音声を保存し、大隈先生に転送した。数分後、返信が来た。天は時々仕事が丁寧すぎますね。彼女は送り先を間違えたのだ。良平一人に送るつもりのむつごとを親族全員の目の前に。夜のうちに気づいて必死に削除したようだが遅かった。デジタルの世界では放たれた言葉は矢よりも早く確実に届く。そうして迎えた当日。8月の終わり、岐阜の十七回忌は君への家の12畳の座敷で執り行われた。僧侶の度胸が終わり、仕出し弁当の包みが解かれる頃には、座敷には親族が20人余り。線香の匂いとビールの匂いと蚊取り線香の匂いがつららの溶けかけた扇風機の風に混ざっていた。上座の仏壇の脇に君江が陣取っていた。喪服の帯をきりりと締め、今日という日の主役の顔をしている。その斜め後ろあろうことか、仏壇のすぐ横に黒いワンピースの白石なしのが座り、
塩らしく麦茶を注いで回っていた。まあまあ、気の利くお嬢さんねえ、良平さんの、そのお知り合い、親族たちの探るような視線に、君へは胸を張って答えた。ええ。良平の新しいパートナーになる方。リノさんよ。ゆくゆくは、この家を任せようと思って、座敷が微妙にざわついた。当然だ。良平の妻はまだ生きている。しかもその妻は今日、この座敷に呼ばれている。年配のおじが、おい君江さん、それは順番というものが、と眉を潜め、君江は、いいのよ、今日はそれをみんなで決めるんだから、と扇子を鳴らした。午後1時。玄関の引き戸が開いて、私は座敷に入った。喪服に白い菊を一束。そして私の半歩後ろに地味なスーツの大きな男が一人。ちょっとアスカさん。その方はどなた弁護士の大熊と申します。本日は戸田アスカさんの代理人として同席いたします。ああ、どうぞお構いなく。仏様にご挨拶だけさせてください、弁護士、という三文字に座敷の空気がピンと張った。良平の顔から血の気が引き、リノの急須がカチリと音を立てた。私は仏壇の義父に線香をあげ、手を合わせた。義父は生前、親族で唯一、アスカさん、無理しなさんな、と言ってくれた人だった。お義父さん。今日は少し賑やかになります。どうか見ていてください。席に着くなり、君江が口火を切った。今日の本題とばかりに。アスカさん。あなた、余命半年なんですって。それは、まあ、お気の毒なこと。でもね、人間、終わりよければすべてよし、って言うでしょう。あなた、保険の受取人を勝手に名に変えたそうじゃないの。親族一同、聞いて呆れましたよ。3000万よ。戸田の家の大事なお金を9つの子供に持たせるなんて、親族の何人かが気まずそうに目を伏せた。昨夜の音声を聞いた人たちだろう、と私は見当をつけた。君江は構わず続けた。今日はね、皆さんに証人になっていただくの。さ、アスカさん。この場で受取人を良平に戻すと約束なさい。それが嫁の最後の務め。それさえ済めば離婚届も、まあ、気持ちよく判を押してあげますからね。隣で良平がネクタイを緩めながら身を乗り出した。そうだよ。なあ、アスカ。俺たち15年も夫婦だったんだぜ。最後くらい、きれいに終わろうや。15年も夫婦だったんだぜ。その口が、その15年の最後の日々に何を言ったか。余命宣告の日、病室で。お前の保険金で、愛人とマンション買うは W。愛人を家にあげて。どうせ半年だし、引き継ぎってやつ W。娘の4年分の貯金箱に。小銭でお守りごっこか W。そしてこの人の母親は、私の着物に付箋を貼りながら言った。早く死んでくれれば、嫁の役目も果たせる、と。98件の着信。43通のメッセージ。積み上がった記録の一枚一枚を、私は胸の中で、順番に丁寧にめくった。よし。忘れ物はない。私は背筋を伸ばして座敷を見渡した。わかりました。お話は受けたまわりました。では、その前に皆様に聞いていただきたいことがございます。少し長くなりますが、私は隣の大熊先生に小さくうなずいた。先生が革のカバンから書類の束を取り出す。その厚みを見た瞬間、良平の喉仏が上下に動いた。静かな公開処刑の開幕だった。大熊先生は座敷の真ん中に書類を一部ずつ回覧するように配っていった。保険契約の概要。受取人変更の受付記録。そして
あの確認書の写し。まず、事実関係から整理いたします。当該生命保険の契約者及び被保険者は戸田明日香さん。保険料は月21,000円。この15年間一度の遅滞もなく、明日香さんご自身の口座から払い込まれています。つまりこの契約は最初から最後まで明日香さんお一人のものです。受取人の変更は契約者の正当な権利であり、昨年10月、適法に受け付けられています。で、でたらめだ、良平が腰を浮かせた。俺は同意してない。騙し討ちだ。同意というお言葉が出ましたので、大隈先生は確認書の写しを高く掲げた。こちら、変更時に保険会社へ提出された確認書です。末尾のご署名とご捺印戸田良平様。ご自身の筆跡に、お見覚えは、回覧された紙を、親族たちが順に覗き込む。年配のおじが、老眼鏡をずらして良平を見た。良平。お前の字だな、これは、それは、あいつが俺を騙して、明日香さんは変更の際、保険の大事な書類だから、内容を読んで署名してほしい、と、はっきり申し上げたそうです。ちなみにその場のご様子は、ご本人の日記と、当時のやりとりの記録に残っております。戸田様のお返事は、反抗すだけだろ、早くしろよ。こちら、一言一句、この通りで相違ございませんか？座敷のどこかで、小さく吹き出す音がした。良平の耳が赤黒く染まった。読まずに判を押す男。妻の保険料をドブに捨てた金、と笑った男が、その金の行き先を自分の手で書き換えられていたと知った時の顔。私は目に焼き付けた。15年分、じっくりと。なお大隈先生は、もう一枚の書類を掲げた。戸田明日香さんは、すでに家庭裁判所へ離婚調停を申し立てております。申し立てての理由は、長期にわたる不貞行為、及び婚姻関係を継続しがたい重大な事由。証拠は、ホテルの領収書、写真、録音記録、その他一式。合わせて、不貞の相手方に対する損害賠償の請求も、準備が整っております。離婚だと、おじが身を乗り出した。おい良平、不貞というのは何だ。そこに座っとるお嬢さんのことか。それよりわしは、さっきから気になっとることがある。お前、駅前のマンションを買うと吹聴しとったな。頭金はどうした？課長の給料で、あの物件が買えるはずがなかろう。それは、ボーナスと貯金で貯金？おじの目が細くなった。先月、わしのところに妙な電話があってな。金融屋を名乗る男がお前の勤め先と親族の資産を聞いてきよった。あれは、どういう筋の連中だ、座敷がざわめいた。金融屋。借金。マンション。点と点が親族たちの頭の中で線になっていく音が聞こえるようだった。良平は答えられず、ネクタイの結び目だけを意味もなく何度もいじった。君江が扇子で畳を叩いた。やかましいわね。書類がどうであれ、嫁の財産は家のものよ。明日香さん、あなた、恥というものがないの。第一、死んでいく人間に3000万なんて必要ないでしょう。言った。この人は今、親族20人の前で、はっきりとそれを言った。大隈先生がわずかに目を細める。録音はもう頼んでいない。この座敷の親族の何人かが、すでに自分のスマホをそっと畳の上で構えていたからだ。昨夜の音声を聞いた人たちは、今日という日がただの法事でないことを知っていた。お言葉ですが、奥様大隈先生が静かに返した。本日は、その死んでいくというお話にも重大な訂正がございます。先生、どうぞ、玄関の引き戸がからりと開いた。そこに現れたのは、この座敷の誰もが予想していない人物だった。
海苔の効いた喪服に身を包んだ白髪の男性。柳田先生だった。主治医が患者の親族の法事に現れる。ありえない光景に座敷が水を打ったように静まった。先生は仏壇に一礼し、義父に線香をあげ、それから座敷の中央に正座して、口を開いた。総合病院消化器内科部長の柳田と申します。本日は医師としてではなく、当院で起きたことの責任者の一人として参りました。先生は畳に両手をつき、私に向かって、深く、深く頭を下げた。白髪が畳につくほどの90度の霊だった。1秒、2秒、3秒先生は頭を上げなかった。戸田明日香さん。当院の検査に重大な不正がありました。あなたの検体と検査データは何者かの手で別の患者のものとすり替えられていた。外部機関での再検査、複数回の精密検査の結果を責任を持って申し上げます。あなたは健康です。腫瘍などどこにもない。余命半年という宣告は真っ赤な偽りでした。誠に申し訳ありませんでした。時間が止まった。蚊取り線香の煙だけがゆっくりと天井へ登っていく。誰かの手から湯飲みが滑り、畳を転がった。親族たちは口を半開きにしたまま私と柳田先生を交互に見た。沈黙を最初に破ったのは良平だった。病気じゃない。彼はよろよろと立ち上がり、上ずった声で続けた。じゃあ何か？あいつ死なないのか？じゃあ3000万は？保険金はどうなるんだよ。妻が死の淵から生還した。その知らせを聞いた夫の第一声がこれだった。座敷中の視線が氷の針になって良平に刺さった。年配のおじが絞り出すように言った。良平、お前というやつは女房が助かったと聞いて、真っ先に金の話か、違う。そうじゃなくて、俺は違わなかった。そして、この座敷には、それを誰よりもよく知っている人間がもう一人いた。仏壇の横で湯飲みの盆を持ったまま、彫像のように固まっている黒いワンピースの看護師が。ガチャン。盆が傾いた。湯飲みが2つ、畳に落ちて転がった。麦茶が畳しみを広げていくのに、彼女は拾おうともしない。血の気の失せた顔で、じり、じりと膝で後ずさっていく。おや、白石さん、柳田先生が静かに顔を向けた。顔色が優れませんね。看護師のあなたなら、この話の続きがどこへ向かうか、もうお分かりでしょうし、知りません。私、何も、そうですか？では続けましょう。検体のすり替えが行われた日時は、入退室記録と防犯カメラの映像から、すでに特定されています。深夜2時16分。検査室に入る資格も用事もない人物が、検体保管庫を開けている映像が残っていました。院内調査委員会は先週、すべての資料を揃え、警察に被害届を提出しました。監視カメラ、リノの唇からかすれた声が漏れた。だって、あそこのカメラ壊れてるって。言ってから、彼女は自分の口を両手で塞いだ。だが、遅い。座敷の全員が今の一言を聞いていた。壊れているはずのカメラの位置を、なぜ、ただの病棟看護師が知っているのか。修理されたんですよ、みこぜ前にね、柳田先生は静かに言った。院内の設備報告書を読まない人には気の毒なことでした。それからもう一つ、先生は続けた。病棟の主任看護師から調査委員会に証言が出ています。とある看護師が勤務時間外に検査室のあたりをうろついていたこと。理念室で患者の余命と保険金について電話で楽しそうに話していたこと。看護の現場というのはね、白石さん。
あなたが思っているよりずっと多くの目と耳で患者さんを守っているんです。あなたが破ったのは規則だけじゃない。その全員の誇りだ。座敷の入り口近くに座っていた親族の看護師10姉妹の一人だが、唇を噛んで深くうなずいた。同じ白衣を着る人間の怒りは、誰の怒りよりも静かで深かった。リノの視線が助けを求めて座敷をさまよい、良平のところで止まった。良平は目をそらした。この後に及んで、保身。実にこの男らしかった。皆様、私は初めて声を上げた。ここから先はご本人の言葉で聞いていただくのが一番正確かと思います。昨夜、この親族のグループに届いた音声をまだお聞きでない方のために、私はスマホを取り出し、小さな携帯スピーカーにつないだ。座敷の空気がぎゅっと硬くなる。リノがやめてと叫ぶより早く再生は始まっていた。スピーカーから流れ出したのは若い女の砂糖菓子みたいに甘ったるい声だった。だから心配しすぎだって良平くん W 全部リノのおかげじゃん？ラベルペタって貼り替えるだけだったんだから。簡単なお仕事 W あの人本当に自分が末期がんだと思い込んでてさ、けなげに入院準備なんかしちゃってウケる。半年後にはあの人が消えて、リノは3000万の奥様になるの。未亡人？やもめ？どっちでもいいけど W マンションのローンなんて余裕っしょ。あ、でもさ、あのしみったれた姑もどうにかしてよね。ババアの遺産が入ったらすぐ縁切りだからね、あの親族ごと。田舎臭くて、法事とかマジで無理 W 前の病院のこと？やだ、誰から聞いたの？あれはバレかけただけ。今回は完璧にやったから大丈夫。リノ、こういうの2回目だから慣れてるもん W。3分12秒。座敷の誰一人身動きしなかった。度胸の後の座敷にこれほど似合わない声もなかっただろう。再生が終わってもしばらくは扇風機の首を振る音しか聞こえなかった。それから咳が切れた。聞いたか、今の2回目と言ったぞ。2回目と前の病院でも同じことを恐ろしい。良平さんも知っとったんじゃろ。これはひそひそ声は瞬く間に座敷を満たし、遠巻きの視線が仏壇の横の2人に集まっていった。いとこの1人は席を立ち、廊下で早口の電話を始めた。誰かにこの一部始終を報告しているらしかった。田舎の親族の情報網は光の速さで回る。今日この座敷で起きたことは日が沈む前に親戚中の茶の間に届くだろう。最初に動いたのは君江だった。彼女はわなわなと震えながらリノを指さした。あんた今なんて言ったの？ババア？縁切り？この土台への敷居をまたいでおいて。違うんです。あれは冗談で、リノは畳に手をついた。良平くん。ねえ、なんとか言ってよ。あなたが言い出したんじゃない。その瞬間、良平が惹かれたように立ち上がった。ふざけんな。俺は知らねえぞ。検査がどうとか、ラベルがどうとか、全部お前が勝手にやったんだろうが。俺は聞いてない。リノの声が裏返った。甘ったるさはもうどこにもなかった。よく言うよ。あいつ早く消えねえかなって言ったのはどこの誰？余命がつけば保険金が早く入るって病室の場所まで調べさせたくせに。マンションの頭金580万だってあんたが保険金入るから余裕って借りたんでしょ。あたし全部知ってるんだからね。580万、君への顔から血の気が引いた。良平、あんた、私の300万、頭金に使ったの？残りは、どこから借りたのよ？マンションの頭金に、
母親の老後の金、おじがうめくように言った。それで足りん分を、あの手の金融屋から280万。良平、お前、正気か。あの連中の利息が、どういう計算になるか、車を売っとるお前が知らんはずなかろう。保険金が入る前提の借金、というわけですな。大隈先生が、手元の書類に何かを書きつけながら、静かに補足した。入るはずのない、保険金の君へは、センスを落とした。息子のために出したつもりの300万が、愛人とのマンションの頭金に化け、しかもそのマンションごと泡になって消えようとしている。私の老後のと繰り返す君への声は、もう誰にも届いていなかった。ほんの1時間前まで新しい嫁を披露するはずだったこの座敷で、彼女の家の家計は親族全員の前で裸にされていた。うるせえな。黙ってろよ。良平は母親に怒鳴り、返す刀でリノに掴みかかった。てめえ、この全部お前のせいだろうが。話してよ。人殺し未遂のくせに。誰が未遂だ。やったのはお前だろ。やったのはお前。言った。自分で言った。座敷の親族全員の前で、スマホを構えた手が何本もある前で、彼は共犯の輪郭を自分の口で描いてみせた。もつれ合った二人の肘が仏壇の花立てを倒し、義父の位牌がことりと横に倒れた。おやめなさい。一喝したのは、それまで黙っていた大叔母だった。90歳になる親族の最長老。彼女は震える手で位牌を起こし、絞り出すように言った。仏様の前で、あんたたち、それでも人間かい。良平とリノが、はっと手を止めた。その静寂の隙間に、君へがすがるように膝を進めたのは、私の方だった。あ、アスカさん、畳に、両手がついた。あの君へが。15年間、私に頭を下げさせ続けた人が、生まれて初めて、私に頭を下げていた。お願い警察だけは勘弁して。戸田の家から犯罪者なんて出たら、ご近所に、親戚に、顔向けが、ね、あなた、身内でしょ？家の恥は、身内で収めるものでしょ？ね。対面というものが、対面。この後に及んで、謝罪ではなく、対面。息子が妻に何をしようとしたかではなく、それが世間にどう見えるか。最後まで、この人はこの人だった。私は静かに答えた。お義母さん。対面なら、もう十分に守っていただきました。私の着物にも、娘の机にも、名札を貼ってあれが戸田家の対面なら、私は今日限り、その外に出させていただきます。それから私は一泊置いて続けた。警察を呼んだのは私ではありません。病院です。手続きに従って粛々と。ちょうどいらしたようですよ。玄関のチャイムが鳴ったのはその時だった。引き戸の向こうに立っていたのはスーツ姿の男性が2人と制服の警察官が1人。そして県の医療指導担当だというメガネの職員だった。スーツの一人が手帳を示して事務的な声で言った。白石梨野さんはこちらにおいでですか？総合病院の診療記録等の改ざんの件でお話を伺いたい。ご同行願えますか？リノは座敷の隅で化粧の崩れた顔を歪ませた。やだ。何かの間違いです。私、看護師ですよ。人を助ける仕事ですよ。ねえ、良平くん、助けてよ。結婚するって言ったじゃない。ねえ、良平は壁際まで後ずさって目を合わせなかった。ついさっきまでリノちゃんとの新しい人生を語っていた男は、彼女の靴が玄関で揃えられる間、一度も顔を上げなかった。もっとって。あんたも道連れだから。全部話すから。覚えとけ、捨て台詞を残して、白衣を着ていない白石梨野は、
警察官に付き添われ、戸田家の門を出て行った。門の外で近所の人たちが遠巻きに見ていた。対面はこうして音を立てて崩れていった。それで終わりではなかった。畳に座り込んだ両平の胸ポケットでスマホが鳴ったのだ。彼は救われたような顔で飛びつき画面を見て凍った。会社の部長の名前だった。もしもし。はい。え？いや、それは、はい。はい、スピーカーにしなくても、座敷の静けさの中では、声は漏れ聞こえた。取引先である大手生命保険会社私の古巣から、正式な抗議が入ったこと。社員の家族をめぐる重大な事案について紹介が来ていること。本日で自宅待機。処分は追って。通話が切れた後も、良平はスマホを耳に当てたままだった。会社。ローン。580万。母親の300万。消えた3000万。そして、たった今、警察に連れて行かれた共犯者。彼の顔の上で、それらの数字が音を立てて崩れていくのが見ているだけでわかった。なんでだよ、俺は、ただ、なんだろう。ただ、妻が死ぬのを待っていただけ。ただ、その金で愛人とマンションを買いたかっただけ。言葉にすれば、それだけのことを、彼は最後まで言葉にできなかった。一つだけ皆様にお話しさせてください。私は座敷を静かに見渡した。3000万は宝くじでも遺産でもありません。私が15年間パートのお給料から月2万1000円ずつ払い続けてきた保険です。安い服を着てお昼を抜いた月もありました。それでも払い続けたのは亡くなった父の教えがあったからです。保険は命の値段じゃない。残される人への最後の手紙なんだ、と、蚊取り線香の煙の向こうで大おばが小さくうなずくのが見えた。私の手紙の宛先は娘です。そして娘の命を救ってくださった小児医療の現場です。9つの娘は先日、母の病気を治すために4年間貯めた貯金箱を割りました。中身は8235円でした。あの子の8000円とこの方たちの3000万。どちらが重いか私には比べるまでもありませんでした。良平が何か言いかけてやめた。小銭でお守りごっこかと笑ったあの日の自分を思い出したのかどうか。それを確かめる興味ももう私にはなかった。私は立ち上がり座敷の皆様に深く一礼した。お騒がせいたしました。義父の十七回忌にこのような形になりましたことは心苦しく思います。ですが、皆様に承認になっていただきたいというお義母様のお言葉に私は救われました。確かに承認になっていただけましたので、誰も何も言わなかった。ただ、あの90歳の大おばだけが杖をついて玄関まで私を送り、シワだらけの手で私の手をそっと包んだ。あんた、ようやったね。うちの連中がすまなんだ。めいちゃんに雨でも買っておやり握らされた小さながま口の感触に目の奥が熱くなった。この家にもまともな人はいた。たった一人でもいた。それで十分だった。外に出ると空は分厚い雲に覆われ、遠くで雷が鳴っていた。夕立が来る。コインパーキングへの道を急ぐ私の背中を湿った風が押した。そして駐車場に着いたところで背後からアスファルトを叩く乱れた足音が追いかけてきた。アスカ。待て。待ってくれ。振り向くと同時に大粒の雨が落ちてきた。夕立だった。アスファルトの熱に雨が当たってむっとした土の匂いが立ち上る。コインパーキングの精算機の前で戸田良平は膝から崩れるように濡れた地面に両手をついた。
土下座だった。外面と対面だけで生きてきた男が、よりによって往来で、スーツの膝を黒く濡らして、額を地面にすりつけている。頼む、やり直そう。考えてみたらさ、これって、めでたい話じゃねえか。お前、病気じゃなかったんだろ？死なないんだろ？なら、全部元通りにできるだろ？離婚とか、調停とか、そういうのなしにしてさ。俺、マンションも断るから。リノとも切れたから。だからさ、保険も、ほら、な。家族3人で、また雨音の向こうで、彼の声はどんどん早口になっていった。私は傘を開かなかった。この雨は、冷たくて、まっすぐで、嫌いではなかったから。あなたに、一つだけ聞きたいことがあるの。なんだよ。何でも答えるよ、7月のあの日。私が余命半年だと知らされた日。あなた、病室に来て、最初に何て言ったか覚えてる？良平の顔が雨に打たれたまま白くなった。覚えていないはずがない。忘れられるはずがない。それでも彼は目を泳がせていや、動転してたから、俺も、と口ごもった。私はしゃがんだ。土下座する男と目の高さを合わせるために。そして15年間で一番静かな声で一字一句間違えずに言った。お前の保険金で愛人とマンション買うわ W そう言ったのよ。笑いながらね。見舞いの花も持たずに缶コーヒーを片手に。妻の余命を宝くじみたいに読み上げて、それは冗談っていうか、冗談。あなたにとっては、そうだったのかもしれないわね。でも私はあの日から今日まで、あの一言を毎晩寝る前に思い出していたの。忘れないように。心がうっかりあなたを許してしまわないように、雨足が強くなった。良平は泥の跳ねた顔を上げて、まだ言い募った。俺だって被害者なんだよ。リノに騙されたんだ。あの女が勝手に検査がどうとかやって、俺は知らなかったんだって。信じてくれよ。お袋だって、俺が悪いんじゃなくて、昔からああいう人でさ。なあ、お前は知ってるだろ？俺、根は悪いやつじゃないって、お前が一番知ってるだろ？リノのせい。母親のせい。会社のせい。景気のせい。最後までこの人の辞書に俺のせいという言葉はなかった。98件の着信履歴と同じだ。命令、脅し、交渉、泣き落とし。順番まであの時と同じ。人間は追い詰められた時に出る手札で、その人生の中身が知れる。彼の手札には最初から謝罪の一枚が入っていなかった。私の頭の中を15年間が雨の幕の向こうの走馬灯みたいに流れていった。5時半のお弁当。アイロンの蒸気。唐揚げの油の音。乾杯されなかったグラス。一人で食べた結婚記念日のケーキ。月21,000円の振込明細180枚。そのどの場面にも目の前で泥に這うこの人はいなかった。いなかったのだ、最初から。私が一人で演じてきた家族という芝居に、この人は一度も舞台へ上がってこなかった。だからもう幕を下ろす。それだけのことだった。私は立ち上がり、傘を開いた。雨がビニールの屋根をパタパタと叩いた。だからこれが私の答え。どうぞ保険金で愛人とマンションを買ってください。ああ、ごめんなさい。保険金も愛人もマンションももうどれもあなたのところには残っていないんだったわね、アスカ。返事ならもう全部書類でしてあるわ。続きは調停室でどうぞ。代理人は大熊先生。私は当日同じ建物の中にいるけれど、
あなたと直接話すことは、もう二度とないから、私は車のドアを開けた。エンジンをかけると、フロントガラスの雨粒がヘッドライトの光の中で一斉に金色に光った。綺麗だ、と場違いなことを思った。心が軽いと、人は雨さえ綺麗に見えるらしい。良平は雨の中、四つん這いのまま何かを叫んでいた。金がどうとか、580万がどうとか、お袋がどうとか。ワイパーが2往復する間に、その声は雨音に溶けて聞こえなくなった。バックミラーの中で濡れたスーツの塊がどんどん小さくなっていく。15年前、夜景のレストランで指輪の箱を開けた人と同一人物だとはどうしても思えなかった。いや、同一人物なのだ。私が見ようとしなかっただけで、多分最初からずっと。その夜、アパートに帰った私は、お風呂上がりのメイを布団の上に座らせた。ずっと言えなかったことを今日こそ言うために。メイ。ママの病気のことなんだけど。メイの肩がこわばった。私はその小さな両手を包むように握った。お医者さんが間違えてたの。ママ、病気じゃなかった。どこも悪くないんだって。ママね、死なないよ。メイが大人になっておばあちゃんになるまでずーっと一緒にいるよ。メイはしばらくポカンとしていた。それからくしゃりと顔を崩して声を上げて泣いた。9歳の子があんな声で泣くのを私は初めて聞いた。ずっと我慢していたのだ。母親の前では泣くまいとあの小さな体でずっと。じゃあ、メイの貯金聞かなかった？しゃくり上げながらあの子はそんなことを聞いた。私は首を振って娘を抱きしめた。聞いたよ。世界で一番聞いたよ。ママ言ったでしょう。メイの薬が一番効くって。あのお金でね、今度海に行こう。電車に乗って。お魚食べに行こう。その約束は一月後ちゃんと果たされることになる。秋の初めのよく晴れた海で。数日後には君江がアパートを探し当てて押しかけてきた。ドアスコープの向こうで手土産の紙袋を掲げ、アスカさん開けてちょうだい。話し合いましょう。ね、身内じゃないの、と猫なで声を出した。私はドアを開けず、チェーン越しでもなく、インターホンのボタン一つで答えた。ご用件は、すべて代理人を通してください。それから付箋はお返ししましたよね。うちには、もう、お義母様のお名前の貼れるものは何一つありません。インターホンの向こうで何かをまくし立てる声がしたが、私はもう受話器を戻していた。生まれて初めて、あの人の長話を自分の意志で切った。たったそれだけのことがこんなに軽やかだとは。その後のことは事務的に進んだ。調停は3回で成立した。調停室で良平は最初の期日こそ全部誤解なんです。と調停委員に超口舌を振るったらしいが、2回目に大熊先生が証拠の綴りを机に置いた音で口数が減り、3回目にはただ黙って判を押したという。書類の前では人は自分の大きさに戻る。読まずに押した判の重さを彼は1年遅れで1枚ずつ学び直したことになる。成立した内容はこうだ。離婚。親権は私。養育費は月4万円、毎月末払い。不定とそれに伴う一切についての慰謝料は分割で。リノに対する損害賠償請求は刑事手続きの推移を見ながら粛々と。大熊先生は本来ならもっと取れますと言ったけれど、私は首を振った。取れない袖は触れない。それより一日でも早くメイと2人の生活を始めたかった。調停の最終日、待合室の廊下で私は遠目に一度だけ良平を見た。
巫女背前より一回り縮んだように見えた。彼は書記官に何度も何度も頭を下げていた。頭は下げられる人だったのだ。下げる相手を15年間間違え続けただけで。帰り際、大隈先生がぽつりと言った。戸田さん、いえ、もう、芹沢さんとお呼びしましょうか。旧姓に戻されるんでしょう、はい。芹沢明日香に戻ります。彼、最後に泣いていましたよ。俺の人生、どこで間違えたんですかねと私に聞くんです。弁護士に聞くことじゃない。ですが、職業柄、答えは知っています。ああいう人は、間違えた場所を一生探し続けるんです。自分の手のひらの上にあるのにね、雨上がりの空の下、私は家庭裁判所の階段を降りた。振り返らなかった。振り返る理由が一つもなかったから。週明けに役所で手続きを済ませた。窓口のお姉さんがこちらにご記入をと差し出した用紙に、私は芹沢明日香と書いた。15年ぶりに書く旧姓は、思ったよりもスラスラとペン先から流れ出た。指が覚えていてくれたのだ。私が忘れていた間もずっと。帰り道、手をつないだメイがふと聞いた。ママ、メイの名前も変わるの？そうだよ。芹沢メイちゃんになるの。きらかなメイは少し考えてから、ブンブンと首を振った。芹沢メイ。なんか強そう。おじいちゃんとお揃いだしね、仏壇の写真でしか知らない祖父を、あの子はお揃いと言った。父さん、聞こえた？あなたの名字は、あなたの孫の中で、これからも生きていくらしいよ。夕方の商店街で、コロッケを一つずつ買い食いしながら、私たちは新しい名前を何度も声に出して練習した。呼ぶたびにメイが笑った。その笑い声だけで15年の授業料は全部回収できた気がした。彼の姿をこの目で見たのはあの雨の駐車場が最後になった。だが彼らのその後は風の頼りとなって半年後の私のもとへ次々と届くことになる。あれから半年が経った。皮肉なものだと思う。余命半年あの偽りの宣告で区切られた半年を私は一日も欠けることなく生き抜いて、今こうして冬の終わりの光の中にいる。もしあの台本通りなら私は今頃この世にいなかったはずだった。そう思うたび朝の空気を胸いっぱいに吸い込む癖がついた。生きているというのはそれだけで途方もない配当なのだ。彼らのその後は会う必要もないまま大隈先生の定期報告と風の便りが運んできてくれた。まず戸田良平。自宅待機は一月後に依願退職という形で終わった。会社は解雇にはしなかったが、それは温情ではなく対面の問題だったらしい。妻の余命を金に変えようとした営業課長そんな男をクビにしたと公表するより、自分から辞めたことにする方が会社の傷は浅い。彼が15年かけて築いたつもりの実力の正体は退職の日、段ボール一箱に収まったという。再就職は決まらなかった。狭い業界で噂は名刺より早く回る。マンションの契約は当然流れ、頭金の580万は手付金の放棄と違約金でほぼ全額が消えた。母親から出させた300万も金融業者からの280万も返す当てはない。カードの230万はそのまま。今は深夜の倉庫で仕分けのバイトをしながら給料日のたびに金融業者と母親とそして家庭裁判所で決まった養育費の間で細かく金を割っているそうだ。一度だけ大隈先生の事務員さんが偶然彼を見かけたという。場所は駅前のあのマンションの前。完成した建物にはもう別の家族たちが住んでいて、彼が南向きの角部屋、
と自慢していた部屋のベランダには、子供用の小さな自転車と、鯉のぼりの竿が出ていたそうだ。彼はその下の自動販売機の前で、しゃがみ込んで、機械の下の隙間に手を入れていた。落ちた小銭を探していたらしい。小銭でお守りごっこか、と娘に笑った人が、自動販売機の下の100円を指で書き出して生きている。私はその話を聞いたとき、笑わなかった。笑えなかった。因果というものは、人間が創作するどんな脚本よりも、正確で容赦がないのだと、ただ、静かに思っただけだった。白石梨乃は、起訴された。診療記録の改ざんと、それに連なるいくつもの罪状。取り調べの中で、彼女は最初、すべてを良平のせいにしようとしたらしい。だが、自分で親族グループに送りつけた、あの3分12秒の音声が、何よりも雄弁な自白になった。2回目だから慣れてる、あの一言から、前の病院での一件も掘り起こされ、被害者は私一人ではなかったことが分かった。看護師の免許は取り消された。もう二度と彼女が誰かの腕に針を刺すことはない。後半はまだ続いているが、大熊先生は実刑は動かないでしょう、と言っている。私は意見を求められたら事実だけを話すと決めている。恨みの言葉は一つも足さない。事実だけで十分に重いのだから。戸田君江はあの十七回忌の日を最後に親族の輪から静かに外された。正月、あの家を訪れる者は一人もいなかったそうだ。息子には300万を返してと迫り、息子はないものは払えないと怒鳴り、親子は今、口も聞かないという。近所では、あの日、警察が来たことも、音声の中身も全部が知れ渡っている。対面のために生きてきた人が対面だけを失って、年金の通帳を握りしめて暮らしている。誰のせいでもない。あの人が45年間かけて育てた息子の育ての結果だ。大叔母だけは時々私のアパートに小包を送ってくれる。畑の大根や名への飴。この間の手紙にはこうあった。戸田の名は捨ててもわしの親戚はやめんでええからね。私はお礼状に名の描いた大根の絵を同封した。縁は切れるものと結び直されるものがある。それだけのことだった。そして私はといえば、春を待たずに古巣の保険会社の支社の扉を15年ぶりに叩いた。あの時の支社長は役員になってまだそこにいた。私がまた働かせていただけませんかと頭を下げると、彼は書類も見ずに椅子から立ち上がっていった。芹沢くん。言ったはずだ。いつでも戻っておいで、と。15年、待った甲斐があった42歳の新人外交員の再出発は、我ながら悪くなかった。足は昔より遅くなったけれど、聞ける話の深さが違う。病気の不安も、家族に言えない借金も、こじれた相続も、私はもう、書類の向こう側の物語として知っている。お客様の湯飲みの温度が変わる瞬間が、今の私には昔よりずっとよく見える。契約をお預かりするたび、私は父の言葉を心の中で唱える。保険は命の値段じゃない。残される人への最後の手紙。お客様、あなたの手紙の宛先は本当にその人でいいですか？私はそれを確かめるためだけに、この仕事に戻ってきたようなものだった。月21,000円の私自身の保険料も変わらず払い続けている。受取人は名のまま。ただし、証券のコピーを渡してある相手が一人だけ増えた。大熊先生である。私に何かあったら手続き一式お願いします。と言うと、先生は苦笑いした。あなたより私が先ですよ、確実に。復帰して最初の大きな契約は、忘れもしない
あの医療法人の理事長だった。15年ぶりに菓子折りを持って挨拶に伺うと、理事長は応接室で新聞を畳み、にやりと笑った。アスカちゃん。戻ってくると思っとったよ。ご主人の店の車な、あれからわしは一台も買っとらん。義理を書く男から買う車は、よう走らんのでな。それから理事長は、老眼鏡をかけ直して、こう続けた。わしももう歳じゃ。手紙の書き直しを手伝ってくれるか。私はカバンから書類を出しながら、危うく泣きそうになった。15年、空白があっても、まっすぐに働いた時間は、ちゃんと利子をつけて戻ってくる。父さん、これもあなたの言う配当なのかな。それから、秋の初めの約束も、ちゃんと果たした。メイと二人、各駅停車の電車に揺られて、海へ行ったのだ。窓の外に、青いキラキラが見えた瞬間、メイは座席から飛び上がった。ママ。海。本物の海。浜辺で裸足になって、波と追いかけっこをして、帰りに市場の食堂で、大きな焼き魚の定食を食べた。メイは骨と格闘しながら、真剣な顔で言った。貯金箱のお金。海に使っちゃったけど、いいのかな。私は麦茶を吹き出しそうになった。いいの。だって、あれは最初からこれのためのお金だったんだから。4年分の50円玉は、あの日、確かにあの子の夢の形に両替された。パパの席だけが空いていたけれど、メイは一度もそのことを口にしなかった。子供は大人が思うよりずっと早く大切なものの数え直しを済ませてしまう。それから、いちご基金の話をしなければならない。始まりは、メイの8235円だった。あの子は、私の病気が嘘だったと知った後、あのお金を、じゃあ、本当に病気の子にあげたい、と言い出したのだ。9歳の思いつきに、大人たちが動かされた。私が声をかけ、柳田先生が病院側の窓口になり、大熊先生が手続きを整え、古巣の死者の同僚たちが賛同してくれた。小児医療センターに通う子供たちの家族を、交通費や宿泊費の面で支える、小さな基金。大きな寄付はいらない。合言葉は小銭でいい。だって、小銭こそが、あの子の4年間だったのだから。名前は満場一致で決まった。いちご基金。発足の日、病院の会議室の長机にあの貯金箱が置かれた。芯二つに割れた赤い陶器のいちご。商店街の陶芸教室の先生が金継ぎで直してくれたのだ。ひびの入っていた場所には金色の線が走っていて、それはまるでいちごが自分の傷を光る模様に作り変えたみたいだった。割れたものは元には戻らんのです、と陶芸の先生は言った。でもね、直したものは割れる前より強うて美しゅうなることがある。柳田先生が拍手をし、死者の仲間が拍手をし、看護師の主任さんあの日、理念室の笑い声に足を止めた人だが、目元を押さえた。柳田先生は挨拶を求められ、マイクの前で一言だけ、こう言った。医療は信頼でできています。それを裏切った者が院内から出たことを私は生涯忘れません。この基金は病院の反省の形でもあります。しんしんと下げられた白髪頭に会議室の全員が静かな拍手で依らえた。そして基金の最初の寄付者としてメイが前に出た。あの子は緊張した顔でポケットから500円玉を1枚取り出し、金色の傷の入ったイチゴの中にそっと落とした。チャリン。あの音がした。台所で、病室で、私の耳の奥で鳴り続けていたあの音。でも今日のチャリンは今までのどれとも違って聞こえた。祈りの音ではなかった。始まりの合図の音だった。帰り道、メイと手をつないで
夕暮れの商店街を歩いた。コロッケ屋の湯気。豆腐屋のラッパ。八百屋の店先の季節外れに赤いイチゴのパック。メイがママ見て、仲間だと笑って、私も笑った。ふと思う。あの98件の着信音に怯えなくていい夜。付箋を貼られない家具。誰にも嘲笑われない貯金箱。当たり前のものだけでできた毎日がこんなにも静かで明るい。あの98件を私は1件も消していない。フォルダーの奥に証拠として、そして戒めとしてそのまま置いてある。人を憎み続けるためではない。自分がもう二度とあんな電話をかけさせる側にも、かけられる側にも立たないため。人生の帳簿には決してはいけない行がいくつかあるのだ。先日、メイの授業参観に行った。将来の夢という題の発表で、あの子は画用紙を掲げてこう言った。私の夢は看護師さんです。病気の子のママに大丈夫ですよ。って言ってあげる看護師さんです。教室の後ろで私は口元を押さえた。白衣を悪用した人間を目の当たりにしてなお、あの子は白衣に夢を見る。子供というのは大人の何倍も世界を信じる力が強い。その力を守ることが多分大人の仕事の全部なのだと思う。保険の外交員として最後に一つだけ言わせてほしい。お金は人を映す鏡だ。同じ3000万がある人には人の命を消す動機になり、ある人には病気の子供たちを支える日になる。金額は何も語らない。語るのはいつだってそれを手にした人間の方だ。そして幸せの器はマンションの間取りでも保険金の桁でもない。割れて金色に継がれた800円の貯金箱くらいの大きさでちょうどいい。夕日が商店街のアーケードの向こうに沈んでいく。明日は新しいお客様と会う約束がある。メイの手は温かい。私の本当の人生は今日ここから始まる。